ピンポーン。はい、ブータロの秘密基地へようこそいらっしゃいました。まずはチャンネル登録とグッドボタンしてってね。ということで、はい、始まりました。ブフラジオ。ブフラジオではこの挨拶するかめっちゃ迷ったんですけど、いや、ちょっとね、浸透させていかなきゃいけないということで、早速やらせていただきました。いかがでしょうか。はい。で、ちょっと今日はね、マイク遠めなんで、なぜか。ちょっとマイクの音量いつもと違うんで、うるさかったりしたら、ちょっと申し訳ないんですけど、こちらで行かせていただきます。よろしくお願いします。で、今日はですね、なんと、タイトルにもある通り、皆さんののろけ話、紹介しまーす。のろけ、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 のろけ。はい、ということで昨日ね、さくらんぼの動画見ていただきましたか？さくらんぼ食べながら、なんかまったり、ゆうちゃろうの愚痴なのかなんかのろけなのかなんかよくわからない話を、皆さんに聞いてもらいですね、さくらんぼで、ちょっと演技してみたり、ちょっとエロい演技をしてみたり、なんかいろいろちょっとバラエティ豊富な動画となったんで、まだ見てない方はぜひそっち見てもらいたいんですけど、そこでのろけ話をしたわけですよ。最終的に。簡単にまとめたらね。ねえ、どうするなら、じゃあ、ちょっと皆さんの、長年、いろいろ経験してきてると思うので、なんかたくさんお話を聞かせてもらいたいなということで、今日はね、皆さんの、超甘い、なんかもう恋愛したくなる、みたいな、のろけ話を紹介できたらなと思います。はい。で、あれですよ。もう早速ね、ちょっと軽く紹介すると、入門編。この企画大丈夫かなとかって思ったのが、まずケーキさん。初デートの日に、うっかり後ろ向きに川に落ちちゃったらしい。初デートよ。やばくないやばくないで、川に落ちて、しかもアニメのように両手をこうもう広げて、いやーみたいな感じのね、叫んだんかは知らんけど、ブータロの想像では多分叫んでると思う。うっかり川に、だってさ、もう、いきなりすぎてさ、叫ぶ暇もないんかな、ああいう時って。ブータロって結構さ、なんかこう失敗とか、なんかアクシデント起きたらめっちゃうるさそうなイメージないですか？意外とね、冷静なんですよ。不意に起きた事件には。だからもしかしたら、この方も、あれかな、落ちた時意外と冷静やったんかな。でもブータの想像ではもうこう手広げながら、ヒャーって落ちてバシャーンですよ。で、そこそこ小さな川だったらしくって、そこに両手足をもうこう突っ張り、川のヘリ。なんか川のヘリってなんかブータ知らなかったんですけど、なんか要はこう溝みたいな、落とし穴にはまったみたいな感じですね。なんかもうお尻がポコンとこうヘリに入ったんじゃない？もう、ポン、はっみたいな。かわいいよね。で、それを見たときになぜか結婚しようと思ったのが、なんと今の旦那さん、菊蔵さんね。知る人ぞ知る。菊蔵さんらしいですよ。これ、のろけなのいや、のろけか。もうすごいよね。こういうドジなとこも愛してくれて、しかも結婚しようと思ったまで思ってくれるんだから、もう相当落ち方が可愛かったんじゃないなんか多分ちょっとゆうちゃろう感覚なのかな、菊蔵さんってもしかしたら。多分可愛くは落ちてないじゃん、絶対。狙ってないから。だって不意に川に落ちてさ、いやみたいなさあ、落ちちゃったみたいなできひんやん。もう絶対。もう素の、いやみたいな。でもすごい顔してたと思うんよ。いやもうそれか、もうヒャーも言ってない。なんかもうなんかほんまのやばい顔。みたいな。みたいな。もう、なんか人には見せてはいけない顔ってあるやん。なんか不意の。なんか、うまく表現できへんけど。みたいな。こんな、何が起きたみたいな。もう可愛くて仕方なかったんでしょうね。そう、でもこんな投稿があったりとか、でも幸先ね、それを見た後に、大丈夫やと思ったのが、さゆりんさん。主人との、のろけ話や、もちろん、実はのろけかもみたいなエピソードは何も浮かばず、大丈夫そうと思ったんですよ。だけど、学生時代の話でもいいですかっていうことで、もう全然いいですよって感じじゃないですか。で、その頃、なんか好きな人に、どうも学生時代よ、アンケート、手紙出すのが流行ってて、で、私も、多分彼なのかな、もう付き合ってたのかわかんないけど、意中のラブチーな人に、アンケートを多分出したんでしょうね、手紙で。で、好きなものはっていう質問をね、もうこう、やらしいですね。もう、あえて、なんか入れたんでしょう。そう、好きなものはっていう、いろんな意味で、
今後のなんか誕生日プレゼントとか、情報にもなるし、あわよくばみたいなとこもあったんでしょ。で、それが返ってきたらしいんですよ。じゃあ、そこには、好きなものはのところに、その食べ物ですね。ありきたりな。好きな食べ物でも情報で知れますから、今度食べに行こうとかなれるし。で、好きなこと、趣味とか、多分返したんでしょ。で、その後ですよ。てんてんてんって。しかもね、その男の子があざといんですよ。てんてんてんってちゃんと書いて。で、その後になんと、私の名前、さゆりんって書いてあったらしいですね。いや、これはもう嬉しい。うれぴんーマン。そりゃうれピーマンですよ。これキュン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 ですよ。もう学生やもんね。もうただでさえさ、ドキドキしてさ、なんかもうアンケート渡しちゃった。どうしようみたいな。なんかちゃんと書いてくれるのかなみたいなさ。もう学生ってもうさ、もう本当になんかいろんなこと想像しがちじゃん。いいことも悪いことも。もうそんな中よ。帰ってきたのがもうさ、もう求めてましたっていう答えじゃん。だってもうちょっとさ、絶対もうアンケートにこの好きなものはって。もう書いたところになんかあわよくば、私って書いてくれないかなっていう気持ちはあったはずなんですよ。でもそれがもう、しかも点々点付けね。食べ物とかいろいろ好きなものを書いてある後の点々点が大事。さゆりんって。もう絶対その男の人エロい。で、なんでそうなったって。いや、絶対こんなあざといこと考える人は多分夜もね、なんかいろいろ考えるんですよ。なんで夜の話してるんだろう。なんかこの間、もういいや、次。こんな感じで、いろいろね、のろけエピソードいただいてるんですけど、もうたくさんいただいてるんで、このブーブラジオは、30分番組を目標にしてますから、ちょっと全員はちょっと今日は拾えないかなと思ってます。だからちょっとね、せっかく書いてくれた人は、でもちゃんとメモったんで、全員の分。またいつか、紹介できなかった分は紹介するかもしれないし、選ばれた人はラッキーぐらいに思っといてくれたら嬉しいです。はい。ではですね、ここでですね、ちょっと声の音量大丈夫かな今日マイクの音量いつもと違うからめっちゃなんかギンギンになってたら申し訳ないけど、もうこれで活かしてもらいますね。一発撮りなんで。これすごくない？ブーブーラジオって一発撮りなんですよ、マジで。もうこっから、もう最初、しょっぱなミスったりとかしたらやり直せるけど、もうここまで話してしまったことをもう一回することはできないので、もう、ほんとファーストテイクなんですよ、マジで。このラジオ。もうファーストテイク。ララララン、ララララランパン。私の音はラランラン。ファーストテイク出たよ。ファーストテイク出たよ。ちょっと意味わからへんテンションすぎてちょっと気持ち悪い。もう今日朝方なんですよ。私、この動画が上がってる時間で多分もう大体ね、想像してもらったらわかると思うんですけど、寝落ちしました。すいません。もうほんと金曜日とか土日とかは、基本動画上がるの遅いと思ってください。平日の方がまだ可能性は高いです。最近朝方多いしね。はい。ちょっと自由にやらせてもらってるんですけど、本当申し訳ないですが、お付き合い願います。ということで、今日のお菓子コーナーですよ。もうこんなね、だらだら豚のことはいいんですよ。皆さんのエピソードトークを紹介したい。で、今日ね、会社の先輩、仲いい超気の合う先輩がいて、その人がね、実はずっと、ちょっとね、身内を亡くされまして。で、結構お休みを取ってて会えてなかったんですよ。で、その方がね、北海道出身でして、で、もういつも北海道帰るたびにお土産くれるんですよ。で、お決まりなのがこのロイズ。そう、ロイズのチョコなんですけど、もういろんな味があるんですね、ロイズって。もうほんと、普通のこのミルク味から、もう抹茶とか、あとはお菓子ちゃう。なんでお菓子言っちゃったのお酒。シャンパンとか、期間限定季節の中ね、いちごミルクとかもあったし、なんかもう本当にね、いろんなホワイトミルクとかさ、もういろんな、ほんと黒糖とか、いろんな、どんだけいろんな言うんでしょうね。そういえばさ、いろんなって言ってたじゃん。でね、昨日、ブー太郎のさ、さくらんぼの話覚えてますか？さくらんぼの話で、ずっとピンポンね、やってた今日、しょっぱなにやってたやつ。で、ピンポン何回もテイク2、テイク3、テイク4ってやりすぎて、もうピンポン何回言ったと思いますかっていうクイズを、わざわざ書いてくれてる人がいて、11回も昨日ピンポンって言ってたらしいです。っていう波にね、なんか、さっきちょっと言っちゃったけど、今日は、これ、マイルドミルクっていうお味がね、これ意外とね、なんかありそうでなかった味で、食べたことなくって、で、ゆうちゃろも生チョコ好きやからさ、もう結構ロイズのチョコもらったらさ、ブー太郎よりもゆうちゃろがパクパク食べてるんですけど、今日はブー太郎から珍しく食べたいと思います。ほら見て、もう綺麗でしょ。
そう、こんな感じでね、ちゃんと切ってくれてるんですよね。まあ、普通なのかもしんないけど。じゃあ、あれこれさ、なんかさ、スプーンみたいなついてなかったっけ？なくなったんかな？なんか刺すやつ昔あったんですけどね。なんか、ないかもしれない。あるかもしれないけど、ちょっとこのままいきます。うわ、ちょっと待って。冷蔵庫で冷やしてないから、めっちゃ溶けてる。ちょっと待って、これあかん。ちょっと待って。事故。もうすごいんですよ。どうやろう、これ一回言ったけどさ、豚ってチョコってなるべく冷やしたくない派なんですよ。で、結構分かれてたね。冷やす派と冷やさない派。豚ロはね、あんま冷やしたくなくって。でもこれめっちゃいい感じ。もう生チョコの良さが出てる。もうプルンプルン、わかる？これ冷蔵庫に冷やして、ほら、もう溶けて、ほら、手から今こぼれたんですよ、チョコが。もういやーんみたいな感じで。いただきます。もう最高。待って、とろける。とろける。めっちゃ美味しい。やっぱこれでこそ生チョコやと思うんですよね。私。マジで。だって、これ冷やしちゃうとカチカチになっちゃうじゃないですか。まあ、それはそういうの面白いと思うけど。いや、もうこれ醍醐味。これ溶けかけ。とろける。とろける。魔法がかかる。私の唇とろけちゃう。チョコ。チョコ。何個食べても私は溶けない。どういうこと？歌詞がむちゃくちゃだ。何個もチョコ食べたいんだ。私は全部食べようと思ったら食べれる。今これはね、ロイズの CM でした。この一箱食べようと思えば全部食べれるっていうぐらい美味しいチョコっていうことを今の歌で表現してたんですけど、伝わりましたかね？はい。じゃあ今日のお菓子コーナー一つ目はロイズの生チョコでした。まあ、これゆうちゃろにも置いとかないと怒られるんで。ゆうちゃろは冷やしてる方が好きなんで、ブータローは本当は冷やしたくないんですけど、この後ちゃんと冷やしといてあげたいと思います。優しいのろけ。ブータローからのまず一発目ののろけでした。まだ続くよ。はい、どんどん進めていかなきゃもうすぐ半分過ぎるんですよ。じゃあ行きましょうか。2発目ののろけ。じゃあここからはですね、なんとのろけっぽさをさらに出すためにこちらの BGM を使ってのろけを紹介していくよ。皆さんは、間違えた。皆さんは今何十年生きてますか？私は35歳。いろんな恋、恋愛してきたかもしれない。だけど心がギュッてのろけたのはあなたが初めてだから。まあそんな中ですね、まず一人目ののろけエピソード、いやもう一人目じゃないけど本格的に始まったのは一人目いきます。言われて嬉しい言葉は、お揃いのネックレスをなくした時に胸を叩きながら、ここにいるからもう必要ないよって言ってくれました。嬉しかったな。大切な人でした。はい。ということで、めちゃくちゃ素敵なエピソードじゃない？もうこの最後の大切な人でしたっていうこの締めくくり。もうここにブトラはもうなんかさらなるキュンが来たっていうか、でもこれちょっとさ、やらせてもらっていい？演技。この状況をブトラは演技したいなと思ったわけ。そう、まあさ、
まずね、説明させて。お揃いのネックレスをなくすっていうことは、もう人生危機の最大のピンチなんですよ、マジで。もうミラクルピンチ。で、ブー太郎ってもうそういう場面によく出くわすんです。本当にドジで物をなくしやすい。多分ね、なんか持ってると思う、そういう病気。なんか、聞くじゃん。何でしたっけ？なんかあるでしょ。もうほんとブー太郎よくなくすのよ。大事なものこそなんか知らんけど。で、絶対なくすんやろうなと思うねん、もう最近大事なものって。でも今んとこゆうちゃろうに最近一緒におそうで買ったやつとかはなくなってないけど、でも初期のゆうちゃろうとのペアリングはなくしてるし、ゆうちゃろうから引き継いだネックレスもちぎったりとかもしたりとか、それはなくなっ喧嘩した時にね、そう、ちぎれたりとか、昔、ね、それこそゆうちゃろうと出会う前の人との、なんかこう誕生日プレゼントでもらったハイブランドの財布とか、それこそペアの指輪とかももう本当になくしてきてて、この方はね多分なくし癖はない人かもしんないけど、多分気持ちはわかるんですよ。だからそんな中っても落ち込んでやってしまったみたいな、大事にしてたのに大事にしてないみたいやな、もうなんか申し訳ないなみたいなってからのですよ。ちょっとこれをブー太郎は演技したいと思います。なあなあ、ダーリン。私、お揃いのネックレスなくしちゃった。もう仕方ないよ。ネックレスぐらい。いいじゃん。お前との思い出はさ、ここにあるから、もう必要ないよ。なあ、ちょっと待って。勝手にセリフ追加してるし、めっちゃキモいし。一人で楽しそう。はい、ということで、でも本当に素晴らしいよね。こうやってなんて言うんだろう。プラスにしてくれるっていうのかな。悪かった出来事を。だってこれ怒りたくなって普通じゃん。はみたいな。なんでなくすみたいな。でも特にね、女の方とか多いかもしれないですよね。ブー太郎も多分なくされたら、はぁみたいな。でもどうやろな。意外と許すけど、ブー太郎もその辺器広い方やけど、でもちょっと怒ってるブー太郎を想像するなら、プンスカみたいな。もう一回買ってみたいな。新しいのとかも言いがちじゃん。言いたくもなるよね。だからさ、本当にいい人ですよ。なんか大切な人でしたっていうのがなんかもうすごい、でも今でもやっぱりキュンキュンこう空に向かってるんだなと思って、でも心にある思い出を大事にしまっていてください。では続きまして2人目の、のろけ話いきたいと思います。ある日の買い物、やたら部屋着を勧めてくる彼。別に部屋着欲しいって言ってないのにな。なんでかなって思って聞いたら、部屋着のズボンに漂白剤が飛んでたでしょ。で、色抜けてるとこあるじゃん。だから、新しい部屋着買ったらなあかんなと思って。私は部屋着なので、ハイターの色落ちなんて全然気にしてなかったのに、そんな些細なところまで、気づいて見ていた彼に驚きと嬉しさを感じました。キュン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 。はい。何かありましたか今。すごい良かった話ですよね。やらかした。音楽をリピートするの忘れててさ、せっかくいい感じにさ、メロディーがこう、エピソードと絡み合ってるとこをさ、急にしらけさせてしまって、大変申し訳ございませんでした。やらかした。いやでも素敵じゃないこれ。キュンキュンっていう感じですよ。そう。部屋着、ちゃんと見てくれてたんですよね。細かいとこ。これって、なんか何気ない話やけど、絶対ちゃんと見てくれてないと気づかないとこじゃん。で、それをなんかさらっと、なんか漂白剤をこの買い物の場所で言ってくれるっていうのがなんかさらにキュンキュンポイント高くない？
なんか、部屋で見つけて、なんかこれ漂白剤ついてんで汚いで、みたいな。今度買いに行く。もう全然嬉しいんだけど、それを言わずに、なんとこの現場に来ても、なんか選べちゃうよ、みたいな状況を作って、しかも、ここに来た理由は、それをあえて黙ってでも知ってて、あなたのことを思ってやったんだよっていうのを、なんか、ずうずうしくなく来てる感じが、もうブー太郎もキュンキュンでした。これ嬉しいですよね。なんかもう、部屋着だったけど今回はもう部屋着に限らずさ、その気持ちが嬉しいですよね。もうその時、買った後の部屋着は、もう、最高の部屋着ですね。この彼の優しさの塊で着れる部屋着。しかも部屋着ってさ、やっぱりもうこう、自分の素をさらけ出してる、つわものっていうのだからなんかよりいいよね。って思うんですよ。はい。大事に今も撮ってると祈っております。私気づいたことがある。ちょっと多少 BGM のリハーサルしてたんですよ。せっかくの BGM ちっちゃかったんじゃない今まで。ちょっと次との差を聞いてほしい。あ、ブー太郎が言いたかったことはこういうことなんだなって思われると思うので。じゃあ続きましてですね、もう第3人目、どれにしよっかなとか言っていつもこれ悩むんですよね。どの人にしようか。じゃあこの人にしましょうか。じゃあ3人目ののろけ話、いきたいと思います。あ、だけどさ、その前に、そろそろ多分さ、ブー太郎ののろけ話も聞きたいんだけど、みたいな声が聞こえてきたので。今日ですね、関西では大雨だったんですよ。結構雨が降ってて、もうピシャピシャみたいな、もうドンピシャピシャピシャみたいなもう感じで雨が降ってて、何ドンピシャピシャピシャって感じだけど、雨がすごい降ってたんです。んで、もうね、外仕事なんで、もう雨が大嫌いなんですよ。で、今日も仕事場着いたのがすっごい朝、もう集合時間のギリギリで、いつもこう走っていくんですよね。事務所まで。じゃあもうゆいちゃろうと一緒にいつもさ、キャッキャキャッキャ言いながら、早く行け、早く行けとかってなんかふざけながら言ってんですよ。もう遅刻ギリギリやのに。遅刻する日もあるんですけどね。悪い大人でしょ。ほんと35歳のね、なんかもう高校生みたいなことしてるんですけど、私たち。でさ、今日雨降ってたから、もう急にさ、もう水たまりまくりのうちのその職場ってもう道路が陥没の汚いんですね。なんか阪神淡路大震災の影響のまま直してないので、もう広い土地なんですけど、もうなんかデコボコやから水たまりとかができやすくって、でその水たまりを通るたびにさ、ゆうちらがこう足でさ、パッパッってもう思いっきりかけてくるね。マジで躊躇なく、もう顔に飛んでくるぐらい。ほんまふざけんなよ、みたいな感じで。でも自分はやり返さないんだけどな。もうね、やられっぱなし。で、それをゆうちらはキャッキャキャッキャ言って、ヘッ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 とか言って。なんか楽しそうにやってるから、いっかとか思って、で、それからブートラこれ嫌がっといたらいいんやろうと思って、やめてよやめてよとか言って頑張って、毎日。演じてあげてる。バリ上から、嘘、演じてはない。本当になんかもうムカつく、もうやめてってなんねんけど、それが嬉しいみたい。っていうの、ブー太郎たちからののろけ話でした。じゃあこんな感じで CM を挟んだので、CM？ これ CM だったのよう喋るね、このおじさん。ほんと毎回ブーブーラジオ。なんか自分でも感心するんですよね。これ後で見返すんですよ。ちゃんと大丈夫やったかなと思って自分でちゃんと見返すんですけど、なんか本当に、なんかもうずっと喋ってない、ブー太郎。大丈夫そうなのかな。いきます、じゃあ。3人目のエピソード。ちょっと違いを聞いてて。のろけってないんですが、そうだな。20歳ぐらいの時に、某掲示板で出会った40代の人と初めて会った日に、僕20代だよ。相手40代。年の差20代。で、相手の家でご飯食べて、軽くイチャイチャして寝て、次の日に彼が仕事ってことで、彼の家で一人で留守番していて、もう眠たかったから、ベッドで寝てたんだ。目を開けると、彼が顔を覗いていました。いつの間に帰ってたの？びっくりして、あまりにも彼との距離が近くて、そしたら彼が寝てるかなって可愛くてずっと見ちゃったとか言われて、顔を赤くしてたらキスしてきました。またご飯を
出前作ってくれて、ルンルンで帰ったことがあります。これは、のろけ？はい。はい。どうでしたか？全然違ったでしょ。やっぱボリューム大事やなってなったでしょ。それまだまだやっぱパーソナリティとして、頑張っていかなきゃいけないですね。いや、てかさ、何これ？マウント最初に、のろけってないんですが、からの最後。これは、のろけ？これ、まず、マウントですか？で、突っ込みたくなるけど、はい、のろけですね、これ。完全なる。もう紹介させていただきました。いや、これすごくない？まず年の差にびっくりしたんですけど、まあでもそれはさ、いいじゃん。別に年の差なんて関係ないし。でもさ、ねえ、なんか、懐かしいなと思って、これは。ブー太郎もよく掲示板でいろんな人と会ったりとかしたけど、まあ泊まった時とかもあったから、そうですね、そういう時に、まあ、こんなことされたことないから羨ましいなとも思いましたね。まあ、寝てるかなと思って見てくれてたわけですよ。なんかいいじゃない。これ留守番させてもらえるっていうのがさ、まあちょっと怖い話でもあるけどね。まだ、だって掲示板で初めて会ったんでしょ、多分。なのにもう早速家に置いていけちゃう、なんだろう、心理は、まあちょっとこんなことこのタイミングで言うのもちょっとね、泣いちゃうから良くないんでしょうけど、ちょっと結構怖い人やなと思っちゃうけど、信用しすぎじゃね？ちょっと心配よと思っちゃうけど、まあそこはまあね、多分この魂との、名前呼ぶの忘れてた、魂との絆さんのこれエピソードなんですけど、まあ魂との絆ちゃんだから良かったっていう話だけど、いや、これでも照れるよね。こんなさ、もう、なんていうの、油断しまくりなわけじゃん。寝ててまだ帰ってきてるわけないと思った。こう目開けたらさ、彼がこんな近くにいてさ、しかもなんかこうやって寝てるかなと思って見ちゃったとかって。だってもうさ、出会って最初でさ、でもエピエピもしてさ、もうそんなの絶対エピエピしたからにはまあそれなりにタイプなわけじゃん。そんな人が、もう1日目2日目っても一番もうキュン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 ポイントやんか。やっと会えた。でもやっとイチャイチャできた。で、今日もなんならイチャイチャしたいという時にこんなね、もう、まだ待っとかな、早く帰ってこうへんかなと思って寝てて待ってたら、起きたらもう彼がそこにいる、もうタイムマシンかよ、みたいな。もう、私、もう早く帰ってきてほしいのに、と思ってたのに、もうなんか寝てる間に彼、もうスリップしてるやん、みたいな感じでしょ。でもこれさ、でもね、ちょっと思ったんですよ。でも、ある意味怖い話やなと思って。この人、すっごーい、やばい人かもしれへんよ。このエピソードだけ聞いてたらこうやって寝ててさ、ふと、パッて起きたらたまたまタイミング的に、なんかいいタイミングで私が目を覚ましました。みたいな感じのエピソードだと思うけど、わからへんで。もうめっちゃ1時間、もう2時間前からさ、もう帰ってきてて。んで、もうずっと、ほくろ1つ、2つ、3つ。唇の横にもちらっとほくろあるね。耳のちょっとここにもみたいな感じで。実はほくろマニアだったみたいなさ。どうする？怖っ。っていう話かもしれへんから。一歩間違えたのろけ話じゃないって。もういいやんな。なんでこんなこといちいちさ、もうのろけで終わらしといたらいいのになんでこんなさ、いちいちいらんこと挟むんでしょうね。ほんとすいません。はい。ということで、いや、もう28分です。もうじゃあ最後の一人ぐらいかな。でさ、お菓子紹介もう一個したかったんですよ。で、時間ないのに。結局やっぱ30分過ぎちゃうな。で、今回これ、見てもいただいたんですけど、最近、ガレットエシレ&サブレ、バニユーのセット。このエシレっていうクッキーが、なんかね、くれた人が言ってたんですけど、もう今まで食べたクッキーで、一番うまいって言うんですよ。で、一緒にね、食べたかったんですけど、ちょっと時間がね、なかったんで、そう、その人と一緒にこう、パクパク食べる予定やったんですけど、たまたまね、こうやって、もう持って帰っていいよって言われたから、なんかお持ち帰りさせていただいて、ブー太郎、ちょっと先に一人ですごい、見て。めっちゃ丸いクッキー。
待って、普通か。丸いクッキー別に普通やったわ。ごめん。なんか、丸いクッキーが初めてみたいな感じで言っちゃったけど。なんかいろんなのがある。なんかまずミニサイズのこれ。なんか、おまけみたいな。でもちょっと、貝殻みたいな。こう、肉首に、こう、プチって。なんか豚最近欲求不満なんかな。なんかこんなんばっかしてる。もうやめよう。気をつけよう。いただきます。うん。うん。あ、めっちゃいい。めっちゃいい。これ。待って。ちょっと一旦待って。これは、ちっちゃい貝殻やから、あくまでも。メインはこれでしょ。こっちでしょ。これが同じ味なのかどうかによる。ちょっといただきますね。なんかクッキーモンスターが食べてそうなクッキーじゃないこれ。待って。大好き。待って。待って。待って。何を待って何回言ってるこれ。エチエでしたっけ？エシレ。エシレのクッキー、やばいんですけど。なんてもな、このさっきのさ、肉首につけてたクッキーとは、全然違う。肉首はどっちかというとちょっと硬いんですよ。本当に。サクッとしてて、その後も結構ハードな食感が口に残るっていうか。で、もうほんとシンプルなんですよ、味は。これ両方ともそうなんですけど、だけど、無駄な化学繊維じゃない。化学物質がないって感じ。なんかもうマーガリンとかさ、なんか臭かったりするじゃん。安いお菓子って。なんか嫌な匂いが残るっていうの。ああいうのがマジでない。これは。なんか偽物感っていうか、なんか無駄なもの入れてごまかしてるなっていう味あるじゃん。あれが、一切は言い過ぎかもしれないけど、豚の中では一切ない。なんかちゃんと素材を活かしてる。だって書いてるもんね、これ。実際にアーモンドとかが上に来てるもん。そう。ヘーゼルナッツとかも入ってるんだって。でもシンプル。味は本当に、もうなんか、香りもなんか、そんなに主張は強くないし。だけど、この口に入れた瞬間の、この食感がやばい。外は割としっかりしてるんですよ。だけど、口に入れた瞬間にもう、ホロホロホロって、もう雪の粉雪みたいな感じ。ハッピーターンの粉にも、ちょっと、感覚似てんのかな。ハッピーターンの粉を凝縮させた感じ。一瞬サクやねんけど、そっから、ほらほらほら、これ。細かい粉が、口の中を、こう、動き回る。だからもうクッキーの美味しさが、まずは、でっかい塊やねんけど、一つなのよ。口に入ってきた瞬間に、一気にもう1億個に分裂して、もう分裂の、これもうほんまに、修行したいのな。影分身の術みたいな感じでクッキーが塊ですごい1個で強かった筐体がもうチャ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 ってお前ここ行けここ行けここ行けみたいな感じでもう美味しさを伝えてくるっていう感じのクッキーです伝われもうほんまに美味しいで味に癖がないからなんか何枚でも食べれちゃう感じもう甘いのも本当に優しい甘さやしこれはクッキーとか甘いの苦手な人も絶対食べれると思う。はい。ちょっと熱く語ったということで、もう40分までに終わらしたいな。でも最後にします。もう本当に心苦しいけど。ごめんなさい。次ラストにします。で、また読めなかった人は、
もしかしたらいつか紹介してくれるかもっていう、もしかしたら、まあ可能性は低いですけど、思っといてくれたら、せっかくね、投稿してくれたのに申し訳ないんですけど、では最後行きたいと思います。最後にふさわしいエピソードを選ばせていただきました。のろけというか、結婚して30年以上になれば、もう空気みたいなものよ。うちの旦那は、見た目は怖い感じですが、冷蔵庫にホワイトボードが貼ってあるんだけど、そこにね、いつも、ありがとう、好きだよ、とか、ちょっとしたコメントがたまに書いてあります。いつ書いたのかはわからないけど、今 CM 入りました。大事なとこなんで。ありがとう、好きだよ、とか、ちょっとしたコメントがたまに書いてあります。いつ書いたのかはわからないけど、消しておくと、また何かしら書いてある。愛されてるのかなと感じます。これぞ、のろけですね。恥ずかしいわ。あ、エコーつけんの忘れてた。そして名前も読んでない。これ、やじかみさんっていう方のエピソードです。最後の最後、やらかしてるわ。はい。まあ、ということで、これ素敵じゃない？でさ、他の人に結構あったのが、もうほんと無口な人が結構多いっぽい。で、やっぱ何十年とも寄り添ってる人が結構多いので、ね、だから、そう。まあ、そんな中さ、やっぱこういう話が聞けると嬉しくない？ホワイトボードに、まあ、口はね、そんな数最初はさ、もう全然話さないって感じですけど、ホワイトボードにこう書いてくれてるんですよ。音うるさかったね、多分。あかんわ、やっぱり。ラジオパーソナリティとしてまだまだ修行が足りないですね。はい。音楽にいつも、なっちゃう。てかさっきのゆりかごも音量調節大丈夫だったのかっていう問題。なんか大きくなってた気がすんねんけど。だってこれだいぶマックスでイヤホンしてたあの音量ってことはちょっとやばかったかな。なんかやらかしてるブー太郎大丈夫そう？まあ、ということで、なんかすごい素敵だなと思って、ホワイトボードに。しかもさ、消したのにまたいつか書いてあるで、これが毎回じゃないっていうのがいいですよね。なんとも言えない嬉しさ。はい。素敵なエピソードありがとうございました。ということで、やっぱいいですね。のろけ話ね。本当に心が、現れます、私も。はい。ということで、ちょっとね、また今日も30分過ぎちゃいましたが、長い時間お付き合いありがとうございました。もう本当にね、他にもいただいてたんです。名前だけ呼ばせてもらおうかな。高塚さんとか、マリコさん、で、ミッキーさん、あとはですね、こう読んだね、抹茶さん、それからカモミールさん、あと KK さん、とひろこさん、あとかおりさん、などなど、ちょっと他見落としてる人いたら申し訳ないんですけど、ブー太郎がこう、目にした方はそんな感じでした。本当にね、もうそれぞれまだまだ紹介したい話が、もう本当にあるんですよ。もう、数えきれない。そう、フォトウェディングの話とかね、わがまま聞いてくれるお話とか、あとは、夕飯作ってくれてたりとかね、普段作らない旦那が。あとは、そう、育児をすごいイクメンの旦那さんの話とか、あと、運転の車をね、すごい面倒を見てくれる。なんか自分の車しか愛さない人なのに、なんかよくよく考えたらでも私の車も愛してくれてるな、みたいなエピソードとか、あと、イライラしてくる旦那の、なんかちょっと、後から謝ってくる可愛い旦那の話とか、あとは、結構重めな病気の方の話、これなんかまたいつか別の動画でやってもいいかなっていうぐらい結構、なんかすごい話。でも46年の夫婦生活の人の話だからね、なんか頑張ってほしいなと思います。あ、